こんにちは皆さん。今回は2024年6月の占星術の予測と、その予測が実際の出来事とどのように一致したかを見ていきます。驚くほどの一致が見られましたので、ぜひ最後までご覧ください。6月上旬、国際交流、コミュニケーション活発。6月3日、金星が蟹座に入り、国際交流や人間関係が活発になると予測されてました。同日にメキシコでは初の女性大統領が誕生し、インドやイランでも重要な選挙が行われました。また、カザフスタンがタリバンをテロ組織のリストから外すなど、国際的な動きが目立ちました。6月4日、通信や交渉がスムーズに進む。水星が双子座に入り、通信や交渉がスムーズになるとされました。この日、月から岩石を持ち帰る中国の宇宙船チャン6が打ち上げられ、国際的な技術進歩が見られました。6月10日、教育、メディアの新たな始まり。双子座の新月は、教育やメディアに新たな始まりをもたらすと予測されました。アップルが新たなテクノロジー、Apple Intelligence を発表し、デジタルコミュニケーションの進展が見られました。6月16日、誤解や誤情報の可能性が高まる。水星と海王星のスクエアの影響で、この時期は誤解や誤情報が広がりやすいとされました。プロパガンダやフェイクニュースが増える中、各国は注意を払う必要がありました。6月21日、感情的な安定やセキュリティが強調される。夏至を迎え、太陽が蟹座に入り、感情的な安定やセキュリティが強調されました。この時期、愛国心が高まり、多くの国で国内の安定や保護策が強化されました。6月19日、ロシアのプーチン大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン委員長が相互支援協定を締結しました。また同日、中国政府がウイグル人が住む数百の村の名前を共産党のイデオロギーに沿って変更したことが報告されました。さらに6月20日には日本の外務省がロシア・ウクライナ戦争でロシアを支援したとされる中国、インド、カザフスタン、ウズベキスタンの企業に対する制裁を発表しました。6月24日、改革と再生。火星が冥王星とトラインの位置に入り、改革と再生の力が強まるとされました。軍事や防衛戦略に関する重要な決定が行われ、世界の戦略的な動きが注目されました。6月23日、ロシアのダゲスタン州のデルベントとマハチカラでシナゴグと正教会への攻撃が行われ、ロシアのウクライナに対する対応が一層強化される可能性があります。6月28日、ヤギ座の満月。ヤギ座の満月は動力が結実する時期を示していました。この日、米国ではトランプとバイデンの討論会が行われ、政治的な結果が注目されました。6月30日、隠された情報が明るみに出る。水星が冥王星とオポジションの位置に入り、隠された情報が明るみに出る可能性が高まりました。深い調査報道や内部告発が注目され、多くの企業や政治の舞台で力の闘争が見られました。占星術の予測が実際の出来事と一致することで、その信頼性や興味深さがさらに増しますね。占星術の力を信じる人々にとって、こうした一致は未来を予測するための有力な手がかりとなります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の天体イベントの解説でお会いしましょう。